焼いたり揚げたり、茹でたり炙ったり、チップスやフライドポテトとして、人生のどこかの時点でじゃがいもを食べたことがあるはずです。美味しいのはもちろんのこと、じゃがいもは人類の歴史において重要な役割を果たしてきました。現在私たちが食卓の定番として愛している以上にです。じゃがいもなくして現代文明は存在しないかもしれません。8000年前の南アメリカアンデス山脈の高地で古代ペルー人が初めてじゃがいもを栽培しました。タンパク質と炭水化物だけでなく、必須脂肪やビタミン、ミネラルを豊富に含むじゃがいもは大勢の労働者の栄養源としてまたとない食料であったため、彼らは段々畑を作って耕作を行い、ロッキー山脈を採掘し、インカ帝国の洗練された文明を作り上げたのです。インカ人にとって不可欠だったじゃがいもですが、スペイン人が初めてアンデスからヨーロッパに持ち込んだ当時、その評価は散々なものでした。奇妙な新大陸から持ち込まれたじゃがいもを味気なく珍奇なものと考え、食べようともしなかったのです。猛毒を持つ植物、ベラドンナを連想させたからです。そのため食べる代わりにヨーロッパ人は観賞用の植物として扱ったのです。ヨーロッパにおいてじゃがいもが主要な食料源として認められるまで200年以上を要しました。当時は主に下層階級の食べ物だったのです。しかし1750年頃から安価で栄養豊富で容易に入手可能なじゃがいものおかげもあり、食料について大きな安心感を得たヨーロッパの農民は、定期的に起こる穀物飢饉に翻弄されることがなくなり、農民人口は着実に増えていきました。その結果、英国、オランダ、ドイツ帝国が農民、労働者、兵士の数の増加を背景に台頭し、ヨーロッパを世界支配の地位に押し上げたのです。しかし、すべての国が帝国へと成長したわけではありません。アイルランドでは、じゃがいもの栽培が始まってから人口が飛躍的に増加し、同時に主要な食料をじゃがいもに依存するようになりました。そこに悲劇が襲います。1845年から52年にかけ、じゃがいもを枯らす疫病が蔓延した結果、収穫高が激減し、アイルランドのじゃがいも飢饉という史上稀に見る飢饉が起こりました。100万人を超えるアイルランド人が餓死、200万人以上が祖国を去りました。一方で、じゃがいも自体は生き残ります。収穫高は徐々に回復し、ヨーロッパの人口、とりわけ労働者階級の人口は増加し続けました。アイルランドからの移民に助けられ、ヨーロッパには持続可能で栄養状態が良好な労働者が大勢いました。新設された工場は稼働可能となり、現代社会が出来上がったのです。そう、産業革命です。つまり、じゃがいものない世界はほぼありえないのです。産業革命は起こり得たのか。この育てやすい作物が第二次世界大戦中になかったら連合国は負けただろうか。戦争は起こり得たか。このように考えると、世界史の多くの主要な出来事において、少なからずペルーの鉱山地帯から来たじゃがいもが貢献してきたのです。歴史好きの方はぜひこのチャンネルにご登録ください。過去の教訓が今私たちが直面している問題を解決してくれるかもしれません。